させていただきます、秋田公立美術大学国際交流センターの畠山です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。今日の報告会ですけれども、今私たちがいるのは、ここは秋田公立美術大学の、大講義室です。この大講義室に何人か、うちの秋田公立美術大学の関係者が実際に対面で、集まって、おります。それと、Zoom と、組み合わせて、報告会ということで進めたいと思います。では最初にですね、秋田公立美術大学、国際交流センター長の野村教授より、ご挨拶をお願いします。Good evening, everyone. すみません。余ってますけど。本日は大変に忙しい中、参加いただきました。ゲストスピーカーの小松様、宮原様、本当にありがとうございます。そして特にカナダのバンクーバーから、今日も参加していただいてます原さんにはオクトーバースクール開催期間中からずっと大変にお世話になっています。日本とバンクーバーの時差はマイナス17時間と聞きました。現在バンクーバー7日の午前1時頃と聞きました。原さんにはですね、このようにオクトーバースクール期間中24時間体制で関わっていただき、本当に熱心にご指導いただきました。心から感謝申し上げます。こちらこそありがとうございます。オクトーバースクールに参加された学生の皆さんは、本来でしたら南アフリカの大学、現地に行って開催、そこで直接海外の学生の皆さんと交流できることをですね、きっと楽しみにしていたと思います。今回は本当に残念でしたけども、この新型コロナウイルスが収束した再来年頃には現地をきっと訪問できると思います。機会がありましたらまたぜひ参加してください。オクトーバースクールですけれども、今回初めてこのようなオンライン形式で開催することになりました。どのような内容になるか、プログラムになるか、そしてどんな結果が得られるか、もしかしたら成果が出ないで失敗したらどうなるか、そういう不安もありましたけども、無事大きな成果を上げることができました。この後、実際に参加した皆さんからさまざまな活動報告、報告があります。本当に楽しみにしています。今日は頑張ってください。よろしくお願いします。以上です。はい、野村先生ありがとうございました。それではですね、報告会に先立ちまして、司会の私の方から今日、来ていただいているゲストを含めまして、メンバーを、簡単に紹介したいと思います。まずは今日のですね、報告会モデレーターとして進行していただきます岸先生です。どうもよろしくお願いします。はい、続きまして、今日ゲストスピーカーとして来ていただきました、秋田人形銅塑新プロジェクトの小松さんです。宮原さんです。はい、それから、今回ですね、先ほど、センター長からのご挨拶にもありましたが、アドバイザーとして本当に、学生たちチーム秋田を陰になり日向になり、導いていただきました、原さんです。それから、オクトバスクール本学の担当教員として、一緒に学生と一緒に本当に、進めていただきました、服部先生です。それから最初ですんでね、ここで、チーム秋田もそれぞれ最初に一言ずつ、自己紹介といいますかご挨拶していただきたいと思います。じゃあ先に秋美の皆さんから一言ずつ自己紹介ご挨拶をお願いします。ありがとうございます。一言、学部の2年の梶夏樹です。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。はい、学部2年の伊藤です。お願いします。はい、お願いします。
学部1年のパネスです。よろしくお願いします。はい、お願いします。学部2年の滝谷です。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ続きまして、チーム秋田国際教養大の方、お一人ずつ、簡単に自己紹介をお願いします。誰からいこうか。私からはい、はい、国際教養大学部4年の金谷と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ私いきます。国際教養大学3年の岡田と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。国際教養大学4年の黒沢樹里です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。国際教養大学4年の笠井です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。以上8名が今回のオクトーバースクールのチーム秋田でございます。それでは、早速ですね、報告会に入りたいと思います。まずはじめに、原アドバイザーの方からですね、今回のこのオクトーバースクール、どういったもので、今年このコロナ禍でどういった感じで、こういったオンラインでの開催というふうにつながっていたのか、そこら辺も含めてですね、ちょっと、お話しいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。国際、秋田美術大学の、国際交流センター、今年の、3月まではアドバイザーという形で、この4月から、このオクトーバースクール担当で、関わっています、バンクーバー在住の原真紀子です。大体皆さん知ってると思いますが、初めましての方もいらっしゃると思います。よろしくお願いします。さっき私声大きいんですけど、大きい声出すと声が割れると言われたので、なるべく小さく話しますけど、聞こえますか？大丈夫ですか？はい。皆さん今日は、師走のお忙しい中ありがとうございます。オクトーバースクールの、と言っても、なんだか全然全く知らない方もいらっしゃるのかな。今日、参加していただいているか。簡単に、オクトーバースクールとは何かということを説明して、今年の、テーマなどをお話ししたいと思いますが、オクトーバースクールというのは、実は、2016年にチューリッヒの芸術大学が、中心になって、2016年がチューリッヒが、マニフェスタという、フェスティバルの主催、都市になっていたんですけれども、その関連で、チューリッヒ芸術大学の、オクトーバースクールの創設者のクリストフ・シェンカーさんが、いくつかの大学に呼びかけて、ワークショップ形式の大学中心のプログラムを作ったところから発生しています。その時に関わったのが、今でもメンバーである、今、オクトーバースクールに関わっているのは、世界の、7大学なんですけれども、チューリッヒ芸術大学、それからメキシコ国立自治大学、それから、インドの、ニューデリーの近郊にありますシブナダール大学、私立大学ですけど、それからヨハネスブルグ大学、それから、秋田公立美術大学が、2018年からインドの都市から参加し始めました。それと、香港中国大学、それと去年の、メキシコで開催されたメキシコ国立自治大学の主催で開催されたところから新しく参加したのがエクアドルの司教カソリック大学キトというところにあります。この7大学が、オクトーバースクールという、アカデミックの美術大学の合同のワークショップという形で、オクトーバーというのは、それが始まったのが2017年なんですが、2017年が、オクトーバー10月革命、ロシアの10月革命の100年祭ということで、そういったその、革命とか政治とかアートとそういった社会の問題を考える、ワークショップということで、オクトーバーという名前がついて、毎年それにちなんで10月に2週間ぐらいの、期間で、それぞれの大学がホストになって、
全部の大学の学生と教員を招いて、ワークショップをやります。ワークショップといってもかなり、政治的な内容で、全体の構想の、コンセプトは、公共圏におけるアートの役割という内容になっています。で、まあそういう中でそれぞれの都市にちなんだテーマが組まれて、それぞれの大学がプログラムを組むんですけれども、今年は本来は、ヨハネスブルグ大学で開催される予定でした。実はこの、去年の、メキシコ、でやったオクトーバースクールに私と服部先生が参加しまして、今年卒業した今村飛鳥さん、学生一人と一緒に参加した報告会を今年の1月、思い起こせば今年の1月に、空き日でやったんですけれども、その時に、今回参加してくれた梶さんとか、伊藤さんも入ってたかな？伊藤さんも来てた？報告会。あとは、滝谷さんが、まあ、参加してくれていて、で、その時に、私たち空き日を、オクトーバーに誘ってくれたシブナダール大学の担当教授のシャルミラ・サマントさんも、来日して、旅する地域校に参加された後に、一緒に報告会に出ていただいてました。で、まあ、考えてみたら、それはたった11ヶ月前の話なんですけれども、その時は、服部先生や、今回、教養大でも、関わってくださった方とかも、まあ、報告会に来ていただいていて、今年はヨハネスブルグなんだけど、どうしましょうね、治安も悪いしね、遠いしね、みたいな、誰が参加するかね、ぐらいの感じで、さあ、でもまあ、頑張りましょうね。まあ、春ぐらいからいろいろ煮詰めていきますから、みたいな話をして、秋田を去った後、どんどんコロナが、広がっていき、まさかの予想もしないような世界中が、パンデミックになってしまい、本当にたった11ヶ月前にそこの大講堂で話していたことが全く変わってしまったわけですけれども、まあ、ヨハネスブルグに行くと想定して、今年を、まあ、プログラムを組む予定だったので、まあ、3月ぐらいから服部先生と私で、インオクトーバーという、まあ、オクトーバーの担当の教員の人たちでやっているミーティングがありまして、それに、まあ、2週間に一遍ぐらいの頻度でかなり密に、話し合いを始めました。でも3月の時点で、ヨーロッパとかも、まあ、コロナがかなり一波が来ていて、ひどい状況になっていて、で、ヨハネスブルグも、例に漏れず、結構ひどい状況になっていく中で、やっぱり今年ヨハネスブルグに全員を集めるのは無理だろうという判断を、まあ、3月の終わりぐらいに、しました。じゃあさあどうしましょうと。で、オクトーバースクールっていうのは、大学交流というよりは大学のそれぞれの担当者が、そういったそのアートの公共的な役割とか、まあ、日本でいうソーシャルエンゲージドアートとか、そういったような、活動をしているアーティストだったり、まあ、キュレーターだったりするわけで、彼らとのネットワークという感じなので、それぞれが、まあ、それぞれがその学生やこのオクトーバースクールというものを学校の中でこう成立させているというような状況で、それぞれ大学の中で、みんなこう立ち位置が違うわけですね。で、ヨハネスブルグ大学は、まあ、かなりその国立の名門校ですけれども、かなりアカデミックな、まあ、学風というか、それで今年は、去年のテーマは、ディコロナイゼーション、植民地化をの歴史をどう変えるかっていうのがメキシコのテーマでしたけれども、今年は人権をテーマにすると。で、ヨハネスブルグはやっぱりアパルトヘイトがあったり、人権問題が未だに非常に高くあり、かつ、この3月から始まったパンデミックで、もう亡くなったと言われているアパルトヘイトがまた復活するような状況になりとか、まあ、
そういう状況の中で、やはりこのパンデミックの中で人権を考えるっていうことが、今年のテーマにしましょうと。で、それをオンラインでさ、どうしましょうという話になりました。で、オンライン化に伴って、やっぱり一番大きく失われてしまうのが、2週間、合同でワークショップを、一つの場所でやるっていうのは、もう体験量として、それから交流の、密度としてはものすごいわけですけれども、それはできない。じゃあ、それをどうオンライン化できるのか。それはおそらく、美術大学とか、皆さんが、日々今考えられていることと同じことだと思うんですけれども、どうやってそのフィジカルな体験をオンラインの中で、代替できるのか。で、代替はできないだろうと。ただ、オンライン化することによって得られる違う良い側面っていうのもあるだろうと。で、本来、今回のそのテーマも、その人権というものが、本当にこの、それからごめんなさい。一つ言いたかったのは、3月、4月ぐらいの段階でもう一つ、パンデミックと同時に、もう一つちょっと大きなショックな事件がありまして、皆さんご存知のように、香港が、中国との関係で、プロテストがどんどん広がっていて、去年の10月も、香港中国大学は、プロテストが始まって、学生のプロテストが始まって参加をできなかったんですけれども、今年はオンラインだからぜひっていう話をしていたんですが、オンラインでも香港の学生たちが人権について話すことは非常に危険を伴うので参加できないということになりました。そのぐらいオンラインというもの自体も一つの公共の場であって、そこにはいろんな検閲とか政治問題がありという状況を踏まえて、じゃあオンラインで何が交換できるか、何が話し合えるかということで、3月から教員会議でずっと突き詰めてきました。で、最終的にはそれぞれの学生たちに、毎年やってるようにペチャクチャのを作ってもらったりしながら、それぞれの地域においてその人権の問題というのがどのように現れてということを、それぞれの大学で、調査をして発表をするというような形をメインに持ってきました。それの中では、たくさんの、すごいこれから皆さんのプレゼンでもっときちっと話をしていただけると思いますが、ものすごいこのそれぞれがいる都市で、社会的な構造とか人権問題というのはすごい違うんだということが、普段一つの都市で集まっている時よりもすごく如実に現れた。そしてそういうことに対して、この違いに対してディスカッションをするっていうことがここまでできたのは実はオンラインだったからという利点があったと思います。で、私途中ぐらいから実はオンライン化になって残念だねっていうのを結構みんな言ってたんですが、実は秋田にとってはオンライン化されてちょっとしめしめと思いました。というのは、秋美この2年間参加しながら、やっぱり言語的に英語でそういったそのすごいクリティカルなディスカッションに参加するとかっていうのすごくやっぱりハードルが高かったんですね。で、それはずっと課題で、今日これから多分参加してくださると思う、高峰さんと、今回司会をしてくださってる岸さんと、最初の2018年の、インドのシブナダールでやったものに参加しながら、もうとてもついていけないレベルのディスカッションだったり講義だったりして、さあこれ大変だなと思っていた。さあこの課題をどうやって秋美の中でこうなんていうの参加しやすいような構造に変えていけるんだろうというのがすごい課題としてありました。で、いろいろ英語の教室をやったりしたけれども、結局去年、服部先生と言ってすごい分かったのは、言葉の問題ではないと。
去年メキシコでやったオクトーバーは、ほとんどメキシコの人たちは英語を喋らず、みんなスペイン語でした。で、みんな現地で、即時通訳とかをしていて、あと地域の方々に会ったりしたら、絶対に英語なんかではコミュニケーションができないわけです。そういった、高峰さんが来た。こんにちは。そういった、結局、これは言葉の壁じゃないと。もっと、そのクリティカルなディスカッションをするとか、そういった、そのコミュニケーションの取り方の問題だった。であれば、オンラインっていうのは、その壁がちょっと薄れるんじゃないかな。で、それを、服部先生と徹底的にいろいろ話して、やっぱり空きビは、そういうハンディもあるから、事前のワークショップをちゃんとやりましょうという話になりました。それと、やっぱり最初の年からずっと、希望していた国際教養大との提携をぜひ今回オンラインであるからできないかなということで、畠山さん、今日司会をやっていただいた畠山さんにご相談したら、即動いていただいて、即声をかけていただいて、募集をして、今回4人4人の国際教養大と空きビのチームが出来上がりました。これは、すごい、ステップだったと思います。で、これから皆さんで、それぞれ準備期間のワークショップや、本番の話など、学生の方に話をしてもらうので、おしゃべりの原さんはそろそろやめますけれども、たった2ヶ月、8月の27日から9月の27日まで秋田の中でのワークショップをこういうズームのやり方でやって、それの中ではスザンヌ・レイシーを読んだりとか、映像を見てディスカッションしたり、ペチャクチャの話をしたり、かなりダメ出しもして、かなりいろんな議論をして、そして、服部先生から、フィールドワークの提案をしていただいて見に行ったりとか。で、そこの夏の時間の、その濃密な時間を持てたことで、そこで毎週毎週、みんながどんどん成長していく姿っていうのは、私はなんかもう希望しか感じなかった。素晴らしかったです。で、この相乗効果というか、あと皆さんやっぱり、特に教養大の方々はみんなオンラインのみで、すごい、コミュニケーションの限定された中で、なんか、こういう新しい試みというか、新しい人たちとのチームワークみたいなものを、なんか、みんなが作っていってくれたこと、これはもう想定外でした。本当に素晴らしかったです。で、その内容をこれから皆さんに発表していただきたいと思いますが、いろんな意味で、後で質疑応答の時にいろいろ話をしたいと思いますけれども、このままちょっと服部先生に振りますが、いろんな意味で、制限があったがゆえに、オンライン化がゆえに、例えば、教員と学生のハイラルキーとかが変わったりとか、あと、結局、オクトーバースクールをやった後に、いろいろ反省会を今やってるわけですけど、いろんなことを、例えば24時間オープンにして、それぞれの、毎日、それぞれの都市が発表した後に、キーノートレクチャーとかいろいろあるわけですけど、その後の時間を学生に自由に使ってもらっていいっていう形にする24時間オープンのズームっていうのを、提案したわけですけど、なかなかそんなに使う人もいなかったり、それは学生が自主的に声を上げないと何も活用されないわけなんだけど、それに一番最初に自主的に声を上げたのは、秋田チームの黒沢さんでした。で、そういった形でファッツアップのグループを作ったりとか、あと、先生たちが全然想定していなかった先生のプレゼンをやってほしいとか、そういうものがどんどんオンラインで出てきたことは、すごい、オクトーバーの今、教員たちの中で、学生から学べたことの方が多かったという、そういうふうな感想になってます。これから来年以降、どうやってオクトーバースクールを続けていけるのか、オンライン化ときっと、オンサイト化の併用になっていくと思いますけれども、
今回の、体験が非常に一つの奇跡になったというふうに思ってますし、皆さんがすごい頑張ってくれたことを非常に誇りに思ってます。ありがとうございました。はい、原さんありがとうございました。それでは続きましてですね、担当教員であります本学大学院、服部准教授の方からですね、今年の、オクトーバースクール2020について、それからチーム秋田について、それから原さんからもありましたけれども、フィールドワーク含めてですね、ちょっと秋田でのどういったふうに進んできたのか、そういうところも含めて、服部先生の方からお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、こんばんは、服部です。今、原さんがかなり丁寧にもうお話をしてくれたので、もうかなりはしょって少しだけお話ししたいと思います。まず、原さんからのご紹介があった通り、5週間ぐらいですかね、秋田チームは8月の下旬から毎週1、2回、ミーティングというか、いろんな事前勉強会をしていました。で、ペチャクチャをどうやって作るかっていう話から、本を読んだり、文献を読んだり、日本語、英語どっちもあったと思います。文献を読んだりということをしながら、進めてきました。で、学生同士では僕らが知らないところでもっとすごいコミュニケーションをとって、すごい準備をしてくれていたのが何よりも驚きだったんですけれども、で、その事前の準備をするにあたって、今回、テーマが人権ということ、しかももともとオクトーバースクールの大きなテーマっていうのが、新しい公共圏での芸術のあり方ということで、やっぱりこのコロナの状況においても、何かフィールドに出ること、どこかに行くことっていうのは、今回自分の地域のこと、課題とかも紹介するっていうことがあったので、ぜひ取り組んでもらえたらいいなと思って、フィールドワークを1日だけはしたいということを、最初に提案させていただきました。で、結果的に参加できた人は、空き日の学生が3名と、教養大の学生が1名、計4名で半分だけだったんですよね。皆さん、遠隔地に住んでらっしゃるとかっていうこともあって、で、なんだけれども、それをうまくみんなが共有して、その後、プログラムを作ってくれたと思っています。で、フィールドワークとしては、コロナ禍というか、こういう、疫病が蔓延してしまった中における、何か人のコミュニティですとか、あるいは公共における、芸術のあり方を考える上で、秋田においてどういうものがあるんだろうというふうに、いろいろ思いを巡らせていたときに、一つ、気づいた、思い出したものに、人形道祖神というものがあったんですね。それは、秋田だけではなくて、東北はいろんないくつかの地域にあるんですけれども、主に内陸部に存在する、疫病から守る神様というふうに言われています。で、そういうものを、ちょうど、秋田にはいろいろ存在しているので、見に行ってもらって、実際にコミュニティでどういうふうにそういうものが作られているのかとかを学んだ上で何か自分たちのテーマを見出してもらえるといいなというふうに思い、フィールドワークをしましょうという提案をしました。で、フィールドワークにあたって、僕だけではやはり案内役としてはあまり、役不足だということで、ちょうどその人形道祖神というのをずっと調査研究されている人形道祖神プロジェクトという、活動をされている、小松和彦さんと宮原葉月さんにお声掛けをして、1日かけて、道祖神を案内してもらうということをお願いしました。という流れの中で、フィールドワークの1日の組み立てっていうのを小松さんたちに、作っていただいたということで、今日会場にも来ていただいているので、ここで少し小松さん、宮原さんに、簡単に、当日のワークショップどういうふうに回る場所を選定されたのかですとか、少し人形道祖神のフィールドワークについてお話しいただければと思いますが、いかがでしょうか。はい、ご紹介いただいた小松です。今年の夏ですね、服部先生の方からお話をいただいて、皆さんのフィールドワークを、お手伝いさせてもらいました。人形道祖神自体はですね、非常にユニークな、それだけ見ても造形として面白いものなんですけども、実際どういうふうな歴史があって、どんなふうに作っているのかというのをぜひ見てほしいと思いまして、こちらの美大の会場で一度そのスライドトークショーを2人でやりまして、皆さんにその内容を
見ていただいてから、スタートしました。多分そういった映像ですとか、作ってる風景を見てから実際行くのと、行くと、すごくまた思いというか、より面白く見てたんじゃないかなというふうに思っております。私たちがこのプロジェクトスタートしたのは約3年前なんですけれども、疫病という言葉自体、あまり今となってはそんなに気になってはいなかったんですが、このパンデミックの、おかげでというか、よりそれがですね、リアルなものに感じて、この人形道祖人が、やはり当時の人たちがですね、もう疫病にこれ以上入ってこないでほしいっていう、そういう思いを強く、やっぱり抱いた結果、これだけのものができたんだなということが改めて感じることができたんではないかなというふうに思っています。で、今回は確か岩崎の鹿島様と、おっぺちの鹿島様、あとは末野の正気様という、主に3箇所をですね、巡って歩いたんですけども、やっぱり造形がそれぞれ特徴があって、その違いなんかも非常に見てご覧になったのではないかなと思います。宮原さんのほかちょっと付き足しにお願いします。宮原です。私もこの間の皆さんと一緒に行ったフィールドワークを思い出しながら、印象的なことをちょっと紹介したいなと思ってて、まず岩崎いろんな形状の鹿島様、正気様をまず見てもらいたいなということでみんなで回りました。で、あともう一つ鹿島様とかを作っているその地元の方とどうにか皆さんとお話ししてほしいなと思ってて、で岩崎の鹿島館に行った時に予定していた長老が帰っちゃってて、どうしようと思ったんですけど、急遽その事務の方にお願いしたら呼んでくださって、でその鎌田さんっておじいさんなんですけど、一生懸命資料コピー何人分もしてくれて、で皆さんの前でお話ししてもらった時がよかったなと思いました。で確か金谷さんだったと思うんですけど、農業技術が変わって昔と今の作り方が変わったんじゃないですかっていう質問を長老の鎌田さんにされたことがありました。でそうしたらそれがきっかけで鎌田さんが、そういえば戦前の鹿島さんもっと細かったんだよっていう私たちも知らない情報がバーッと出てきて、でその時の写真を一緒でコピーして見せてくれて、でなんかリサーチのこの面白かったなっていうのが今でもすごい楽しく覚えています。だからこうやって皆さんと一緒に見れたことがまた私たちにとっても新しい発見がありましたし、より皆さんにも楽しんでもらえたかな、興味を持ってもらえたかなって思いました。以上です。ありがとうございました。このあたりはこちらが以上になります。はい、ありがとうございました。それではですね、早速、参加した秋田チームからの報告に入りたいと思います。では、ここからあとはモデレーター、岸先生の方に進行をお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。とても楽しみですね。で、この後ですね、流れとしては、実は時間結構してるんですけども、まず参加学生からの報告ということを、4つのパートに分けてやっていただくことになります。でそれが終わった後に、参加者全体でのトークセッションですね。で、時間が許せば、その後、なんて言うんでしょう、これは、視聴で参加されている方ですとかね、皆さんからの質疑応答という流れになっていきますね。はい、じゃあまずね、参加学生からの報告ということで、その4つのパートっていうのをとりあえず僕の方から読ませていただきますね。まずパート1っていうのが準備期間について、事前ワークショップとペチャクチャの準備、フィールドワークなどについて、こちらは空き火の滝谷さんと伊藤さんから話をしてもらいます。そしてパート2、これは秋田チームのプレゼンテーションについてということで、やはり秋火の梶さんと吉野さんの方からお話しいただきます。でパート3ですね。こちらがオクトーバースクールの本番。これは9月27日から10月3日まで開催された本番ですけども、こちらについての報告プレゼンテーションを、教養大の黒沢さん、金谷さん、あるいはこれ笠井さんということなのかな、からご報告いただくと。で、パート4ですけども、大学間交流と今後の展望、希望、
これから参加する人に伝えたいことということで、岡田さん、やはり教養大の岡田さん、でこれは金谷さんか笠井さんということで、お話をいただきます。で、これちょっと分かんない、僕は注意書きというか書いてあるんです、読みますけども、各自のプレゼンテーションの中で、以下の3点について、自分の意見、大丈夫ですか？大丈夫ですね。はい。じゃあ、そういうことで、パート1の準備期間の方からご紹介いただきたいと思います。滝谷さん、伊藤さん、お願いします。はい、では私から始めさせていただきたいと思います。結構原さんが喋ってくれたので、学生でどんな準備をしてたかっていうことに、焦点当てて話したいんですけど、8人全員で揃って準備を始めたのは8月に入ってからで、でもその前からそのオクトーバーの事前ミーティングみたいなのがもうすでに4月頃から先生と、あと少し以前から興味をオクトーバー参加したいですって興味を持っていた学生と今年はオクトーバースクールデジタルということでオンラインになるからどういうふうにできるかっていうことを意見交換するということで1ヶ月に1回やってました。で、それ以前にですね、私が一番最初にオクトーバースクールのこの存在を知ったのは去年の夏で、去年のそのメキシコで開催されたオクトーバースクールに岸先生が参加しないかって言ってくれたんですけど、その年は参加できなくて、なので今年そのヨハネスブルクで開催される予定なオクトーバースクールに向けて結構ワクワクしてたんですけど、でその、昨年のメキシコで行われた、オクトーバースクールの報告会が1月にあって、でその時に結構言われてたのが、やっぱり秋美生にとって、この大学の学生にとってオクトーバースクールっていうのは語学的にも難しい、しかも内容的にもかなりその政治的なものを扱った公共圏における芸術の在り方っていうものだったり、授業でそんなに大学内でもメインであんまり取り扱われないようなものを扱っているっていうこともあって、まずそもそも学生がやっぱりそれに興味を持つっていう環境が周りになかなかない中で、どういうふうにその秋美がその、オクトーバースクールっていうものを通して国際交流を続けていけるのかっていうことが議題に上がっていて、そこが自分の中でやっぱりどうしたらいいんだろうって考えてたところだったんですね。でもいないと言っても、自分は興味持ってたし、あと数人梶さんとか伊藤さんとか興味持ってる人いたのでいないわけではないと思って、じゃあそこで例えば語学がハードルが高くて難しいっていうのは、それは悔しいなと思って、自分がその英語ができるってこともあったので、じゃあそこだったらなんとかできるかもしれないと思って、その去年の報告会の後から、1月2月くらいからその英語勉強会みたいな兼、あとオクトーバーに向けての勉強会みたいのを、英語の文献読んだり、基本的に英語のなんでしょう、基本的な読む、自分の意見をまとめて発表するみたいなことをコツコツと続けてきて、でそれと同時に、4月からはその学生とあと先生との、意見交換みたいのもちょうどその緊急事態宣言があった中、始まって、Zoom で始まってっていう流れで、8月までそういうふうに過ごしてました。で実際に本当に8月から準備期間始まって、でそれで本番っていうことになって、やっぱり本当に難しいなって思ったのが率直な感想で、人権っていうすごい重いテーマでもあるし、でしかも参加してる他大学の学生は多くは修士課程博士課程であったり、その経験とか知識の差みたいのも結構感じてて、でもこれからも話してくれると思うんですけど、8人全員で結構毎晩喋ったりして、全員でコレクティブな感じでみんなで意見を出し合ってすり寄せてっていう風にできたことが一番その秋田チームとしては強かったことかなと思っています。でそれから、これから8月
からの事前準備に関して伊藤さんからお願いします。じゃあ、はい、私の方からスライドで次お願いしていいですか。はい。で、なんか、事前準備、オクトーバー本番が始まる前に、これを、まず最初にスザンヌ・レイシーの本を読もうということで、読書会をやってたんですけど、このスザンヌ・レイシーっていう人が、そのオクトーバースクールのニュージャンル・パブリック・アート、公共圏におけるアートの役割っていうのを提唱した人なので、その、最初の提唱者の、考えを知ろうということで読書会をしたのと、あと、これはインディアンサマーフェスティバルという、オンラインの動画があって、でそれの動画を見て、感想会という2つのことをやりました。で、私はその英語が得意ではないので、この2つ、最初、もう一見しただけだったら難しいなとも思ったんですけど、でもやっぱりそのオクトーバースクールはこういう話をするので、でも、こういうのって1回じゃ確かに難しかったんですけど、まだ文献なので繰り返せば、比較的読めるし、動画だったらもう何回も見てれば理解ができたので、内容は難しいけど、そこら辺は何度か乗り切ることができました。じゃあ次お願いします。で、これ、オクトーバースクールは、そのオクトーバーのサイトがあって、で、いろいろこのサイト内で、いろいろ意見を述べたり、こういう話はしないとか、そういうボードがあったりとか、そういうものがあります。で、次お願いします。で、これ、はい。そう、これですね。これが、もしディスカッションしたかったら、このサイトで、何日にやりませんかっていう投稿をしたりとかして、それで Zoom 上で、その先生方に話してもらったりとか、こういうことに興味ある人集まりましょうみたいな感じで、結構時差問題もあるけど、いろんな国の人たちが集まって、喋ることができました。じゃあ次お願いします。はい。で、これが、そうですね、これ、レクチャーが、Zoom だから保存ができるんですよね。で、このページに全部保存してあって、で、これも、やっぱり、内容が、さっきと同じように結構難しいことを喋っているから、私はもう何回もこういう動画見たりとかして、ここはこういうこと言ってたのかとか、そういうのができたので、こういうのってやっぱりオンライン特有だと思うんですよね。だからそういう点では、英語苦手な人にとっては、結構ありがたかったなと思います。じゃあ次お願いします。で、これが、今回は実際に会うことができないので、一人一人どんな人かっていうのがよくわからないんですよ。だからペチャクチャっていう形式で1人5分前後ぐらいで短い動画を作って、何に興味があるのかとかで、このオクトーバーを通して何をしたいのかとか、そういうことを自分なりにまとめてみようというので、動画を作りました。再生お願いします。My name is Hina Ito. I'm a student of これはちょっと拙い英語で頑張って作ったんですけど、でもこれ、そうですね。で、これの動画作る時も、やっぱり英語が心配な要素になっていたんですけど、でもこれだったらジュリさんとかに例文を出して、これでおかしくないですかとかいうふうに聞いて、何度か作り上げることができました。はい、ありがとうございます。という感じで、事前準備はこんな感じです。で、やっぱり今回、こういうサイトっていうのがすごい役立って、とっても良かったなっていうのを改めて思いました。But I was able to notice how different fields of studies interact with each other, which led me to interest with
interdisciplinary studies. From this idea, I studied about the golden ratio. はい。じゃあこれで、はい、終わります。はい、よろしいですか。パート1のプレゼンテーション、今もう終わったという理解でいいですかね。はい、じゃあ続けてパート2の方行きたいと思います。お願いします。秋田チームのプレゼンについて。はい。家事が担当します。そうですね。ワークショップ形式のそのプロポーザルに最終的に移るんですけど、その前にこうコンテキストというか、そこの部分の話をするんですけど、で、人権問題を扱う上で立場ってすごく大事で、例えば、ブラック・ライブズ・マターについて、黒人からの立場からなのか、白人の立場からなのかっていうので全然意味が変わってくるし、それについて私たち黄色人種はどんな立場で向き合おうとか、で、コロナ禍であらわになったアジアンゼノフォビアとか、いろいろあるよねとかっていう話とかもしながら、で、そうですね、鹿島様が人権とどうやって結びついていたらいいんだろうっていうのってなんかみんなその最終プロポーザルまでかなりこう疑問に抱いてたんですけど、でもすごくこううまく結びついてながらも話ができたんじゃないかなというふうには思っております。で、そうですね、対面なら原さんも触れてましたが、みんな違う立場でヨハネスブルグを一緒にフィールドワークして、主にブラック・ライブズ・マターについて話すっていうことになってたと思うんですけど、今回それぞれの場所で地域でフィールドワークをしてそれぞれの立場とかっていうことを、みんながフィールドワークをしてない人に対してこう分かりやすくいろいろ話をしなければいけなかったので、コンテキストはすごく大事ですよねっていう話になり、実際にそのファイナルよいしょ最終的なそのプレゼンに秋田の話をいろいろするんですけども、ビデオ共有しますね。4分ほどですね。はしょりますか？大丈夫ですか？はい。今回秋田にいる人が多いので、すごく分かりきってる秋田の話ははしょりました。いけてるんですかね？いけてないね。デスクトップいったかな？はい。これ途中だね。よいしょ。音声聞こえてますか？あれ？してないですね。はい。押してるんですよね。どうしようかな。はい。音声の共有ってどこにいるんですか？はい。ほよよ？音声の共有ってどうやるか。すいません。すいません。はい。いけてるはずですか？マイク羽織らないかな？いってる。もうちょっと音を上げてください。聞こえてますね。やっぱ羽織りますね。いや、音は聞こえてますよ。いけてます。ちょっと待ってください。And urban areas within Japan. Finally, we're gonna have an Okay, すいません。ワークショップの話をしたいと思います。ミュートにして。まだ大丈夫です。はい。
まず、ワークショップをしたいと思ったきっかけに、対話の場を設けたいっていうのが私たちの、願いでした。で、このワークショップに至るまでも、いろんなアイデアが出ていたんですけど、他のグループの発表を見て聞いて、でまた私たちで話し合いを重ねて、でオンライン上で発言することとか、大人数の前で発言しづらいことを解決したいということと、なんとかアートを通して対話ができないかという意見が出ました。でそのためにブレイクアウトルームを使ったワークショップをしようということになって、でそこで一人一人があなたにとって人権は何ですか What is human rights for you という題で簡単な作品を作る。でそれも身の回りのものを使って5分以内で作る、っていうワークショップをしました。でそれをブレイクアウトルームで共有して、話し合う。ブレイクアウトルームで話し合ったことを元のグループに戻ってまた共有するという感じになりました。でそれの様子を動画で見ていただこうかなと思います。So are you ready? Are you ready? Everybody turn your camera on if you can. Oh yeah. So how do we 今から、 go about doing this? Please Oh, 作るっていう we're going to do 感じ that. になってますね。They invite us to be in a separate rooms. How many rooms? Okay. How Separate many rooms rooms. do we have? 4 rooms. Four rooms. 4 rooms. Okay, everybody have fun. Bye. See you later. We check your はい。次お願いします。でこれがブレイクアウトルームに、分かれて、意見を共有している、何を作ったかっていうことを共有している場面です。Finish and so yeah. Okay. So how about others? Athen. Sorry, I can't pronounce, but Miss Atkin. You can call me Ati. Ati. Yes. How's our work is going? I was a bit confused with how everything was supposed to be. So what I did was, what is human rights for me? It's power, basically. It gives me power for my voiceless self. So what I did was I took a plant. I don't know if you can see it. Yep. Yeah. And I know to kill I think aphids in plants we use alcohol. So I took a sanitizer and I basically sprayed on the plant. So basically it means for me that human rights are a huge element in helping me prosper and grow as an individual. So yeah, that's what I got up. But yeah. Thank They you. basically are an extra voice for me and what I stand for. Thank you so much. If so, I mean, I'm also ready to go because I got so what I wanted. Yeah. yeah, could you present your artwork? Let me show me love. Okay. Should I? Yes. Okay. So that is the object, and eating a banana is what I wanted to do as my artwork, because I'm referring, of course, to the Banana Republic, where a small state that is politically unstable because of its entire economy being controlled by one export project, which is controlled by foreign capital. And it also talks about, you know, all kinds of things that happen when such a thing happens. Wow, wonderful work. Thank you. And
you're still doing your artworks, right? Life. So I change our perspective toward daily life. Banana and cornflakes for breakfast every morning. But we don't look at where the cornflakes have come from, or or the banana has come from. Yeah, that's true. And thank you for the wonderful comment. And yeah, it's really important to change our perspective toward daily lives, what we eat, where we live, or how we behave. Thank you so much. Yukina. Thank you. Yeah.今、ブレイクアウトルームでの共有が終わって、元のグループに戻って、各班が何を話し合ったかを共有しています。Yeah, thank you. So, well, as you can see, Richa brought Minion. I think it was by the window, and she was talking about the acknowledgement of otherness of different people, and also Yukie-san was talking about the women's rights in general, or women's in this presentation and workshop, we wanted you to have conversation is important, like talking with other participants and listening to different opinions and knowing different cultures through art. So we hope you enjoyed having conversation with other participants and feel closer than before. And lastly, we want you to take a photo of your work and upload on the Google Docs that Yukina just shared on the chat so that everyone can see your work clearly. And also, we'd like to continue this kind of workshop even after this October school ends. So if you're interested in it, keep contacting on website or WhatsApp, Facebook, or whatever. Okay, so thank you for joining us today. And next, Makiko-san is going to share a little more information. 最後に質疑応答の時に、ゆきえさんという方が、作ったものを共有してくれたので、ちょっとそこの話を見ていただこうかなと思います。Addressing to the point of how women is treated in Japan. So if you could actually share your experience, Yukie-san. Sure. Yes. So during the discussion, I showed this pen, and can you see? So this is one of the most popular TV shows. The character is from the really popular TV shows in Japan, and one of the comedian on the show said something awful in April 2020, just after the pandemic was declared, or emergency state of emergency was declared in Japan. And what this comedian said in Japan was something like, although this is a really difficult time for everyone, when everyone needs to stay at home, but be patient, because after this pandemic, many pretty young girls, maybe university students, female students, will be having no choice other than working in prostitution house. Wow. Yes.
So in Japan, there is really ambiguous gray legal area for like sexual service and like or selling bodies. Well, women and both women and men, but mostly women. So this comedian was saying like, so let's wait for these women, young women, to start working in sex industry after this pandemic, because of this pandemic, many people like losing their jobs, and men, I don't know about like what men have their choices, but many men in Japan tend to think, oh, Japanese women have choice when they lose jobs, like when you are really poor or a single mom or like have no jobs, maybe you can sell your body. That kind of thinking exists in Japan. So many people really got upset, but many people supported this comedian as well, because this comedian is really popular and very has influential over public. で、ワークショップのその内容に入る前に、まず、私は今年初めてオクトーバースクールに参加したので、オンライン上の様子しかわからないんですけど、日頃生活している中でもその対話をするとか話し合いをするということが、直接話をする方が積極的に意見が言えたり、質問できたり、相手の意見が理解しやすいと感じることが多いなと思いました。で、それがオンライン上だったらできなくなるっていうことがすごいもったいないなと思って、オクトーバースクールでせっかくいろんな新しい人と出会えるし、もっと相手のことを知りたいと思っていました。で、そのためになるべくカジュアルな形でどうしたら意見しやすくなるかっていうことをみんなでたくさん話し合って、でそれがちょっと難しかったっていうか結構考えたことじゃないかなと思います。ブレイクアウトルームを使ったワークショップにすることで、すごいまだ改善の余地はあるんですけど、一方的に話をされるっていう状況は改善できて、またアートを絡めた対話が築けたのではないかなと思います。でもしこれからオクトーバースクールがオンライン上で開かれる状況になるのであれば、相手のことを知るっていう期間をより設けた上で、グループとかを作ってアクティビティをしてみるのも面白いのではないかなと思います。で、最後に、ゆきえさんの話についてなんですけど、ワークショップ終了後に質疑応答の時間があって、滝谷さんがゆきえさんが見せてくれた、ものについて話してくださいってなった後の、場面です。内容が、日本におけるその女性の権利とか聖職者に対する考えとか、コロナ禍で職をなくしてしまった人、主に女性に対する影響力ある人の発言問題について話しています。でここで感じたことは、日本でとか、身の回りで起きているそのいろんな権利に対する理解のなさとか、差別的な発言をこう共有することで、無関心だった人とか、それが問題だと知らなかった人が権利について改めて考えるきっかけになるのではないかなと思います。でその手段としてアートがあって、なので今回それを使ったワークショップができて私は良かったなと思います。で自分はこれから、アートを通して身の回りの問題とか世界で起きていることまで見つめていきたいなと思います。はい、吉野さんどうもありがとうございます。梶さん、さっきちょっとテクニカルプロブレムっていうかうまく動画が見せられなかったみたいだけど、発表今できますか？はい。宮本さんお願いできますか？
すみません。ちょいちょい端折りながら話そうかなと思います。再生お願いします。Art workshop together. First, we will explain about Akita and our fieldwork research related to regional culture in Akita. Then, we will introduce problems between rural and urban areas within Japan. Finally, we are going to have an art workshop. Okay, so this video clip is taken by Mr. Komatsu, I think a few years back. So of how people are remaking the Guardian. So originally, this Guardian was placed on the village's border for the purpose of preventing the spreads of diseases and misfortune in the village. And however, some were relocated in other places, such as shrine precincts, in order to escape the totalization of national religion, separating Buddhism from Shinto, supported by Meiji government in late 19th century. 少し飛ばしていただいて大丈夫です。 areas はい。 with で、他の and the 大 changing 学 dynamic がですね、 between urban and rural かなり areas 大 during 都 the 市に pandemic. あ The る Japanese 大 government has 学、 started a 美術大 campaign 学の called the Go が To ほとんど Travel で、 campaign, なので、 and it's a campaign 都市 made と、to まあ、い increase わゆる田 tourism 舎 during っ the ていう pandemic. 構造 So も、 this そ again の is 人権の問題 another と絡めて controversial 私た issue ちの right 立場 now, でいろいろ話ができるんじゃ and ないかっていうことで、 some people are い saying ろいろお話 that し it kind of してま devalues す the ね。 lives of the locals そこで、 and kind そうで of すね、日本のその政治の prioritizes the rights GoTo トラベ of ルのこと urban とかも触れてもらってま populations す。飛 and ばしていただいて there's 大丈 a 夫 say for sure, but sites で、 workshop. The current situation of Akita まあ、 from various いろいろこう、 perspectives, そうですね、 geography, まあ、秋田の culture, ことを and 踏まえ society, て、まあ、差異 and mention differences が between the ある rural けど、 and ま urban あ、最終プロ society ポーザルだっ that た can ので、 cover several issues. まあ、いろんな We 大学の suggest 発表を踏 one まえた上 aspect of で、その these 差異とかを踏まえ differences て、 are caused by 会 miscommunication 話をしま and しょうと。そのプロポー misunderstandings. ザルに移るため We に、 think いろいろ it is 話してます。 important to はい。 put で、 ourselves into other people and そうで experience すね。 as an way. 私の方のビデオは以上です。 However, ありがとうございます。はい、よろしいですか。はい。ここでパート2の発表が、終わったところですね。で今度は共有台の方に皆さんにバトンを渡して、パート3の、オクトーバースクールの本番についての発表をお願いしてよろしいでしょうか。はい、そちらの方でスライド共有お願いします。スライドはさっきまで使ってたものと同じです。すいません。はい、そのカレンダーのやつからお願いします。はい。これがオクトーバースクール中、本番中に使ってた実際のスケジュールで、この緑で色付けられてるところが、実際にその各大学が発表する時間帯となってます。で、時差とかちょっと詳しく見ていくと結構夜中の3時とかで始まっているようなところもあって、まあ、オンラインならではの大変さがここでもわかると思います。そして、まあ、夜中の3時とかになってて大変でちょっと忘れちゃう可能性もあるので始まる前にリマインダーを送ったりするなどしてなるべく多くの人が参加できるような工夫をもしておりました。次のスライドお願いします。で、各国のプレゼン内容について軽く触れていきたいと思います。はい。エクアドルのキトでは生命の権利について発表しておりました。エクアドルの生態系のバランスや環境が侵されていることを示すアートプロジェクトの紹介などを行っていました。はい。で、次のスイスのチューリッヒは、これはちょっと賛否両論があったプロジェクトなんですけど、縫製工場での職業体験を通して高所得者と低所得者の間で
の対話を促し、人種や身分の格差問題に対する意識を高めるプロジェクトの報告をしていました。で、ヨハネスブルグは、低所得者の困難や、アルビニズムを持っている人たちが直面する差別など地域内の問題に各学生が自分自身のプロジェクトについて話していました。で、メキシコは、集産主義による大気汚染などについて話していて、生産手段など集約化、計画化、統制化などを進める集産主義による大気汚染の問題などを提起し、アートプロジェクトの発表について行っていました。で、デリがコロナウイルスの流行がスラム街に及ぼした影響について現地の映像や画像を共有しながらプレゼンを行っていました。はい、次お願いします。で、さっきまでも結構触れてもらえてたんですけど、この発表以外にも、その空いてる時間外を利用して、少し学生の間でのコンバーセーションを深めようとすることで、時間外にも、学生自身が呼びかけて、ディスカッションをしようとする動きもしました。その中でも、教授陣にもプレゼンをしてもらって、その教授自身が力を入れているプロジェクトなどに話してもらって、そうですね、学生は、ぺちゃくちゃで自分のことを発表できるけど、教授たちのことは学生があまり知らない中でディスカッションするのも、なんかあれだなと思ったので、教授たちをもっと知るために、プレゼンを依頼して、自分たちのプロジェクトについて話してもらいました。で、それ以外にも、フリートークをして、自己紹介や、あとはフェミニズムなどについても、お話をして、オクトーバースクールのプレゼン本番中にはなかなか話せないようなディスカッショントピックなども出てきて、より深いパーソナルなことも話すことができました。で、このパートは以上です。はい。そして次のパートに移っても大丈夫ですか？はい、お願いします。はい。じゃあ次のスライドに移っていただけますか？はい。私、金谷の方からは、オクトーバースクールを通しての、大学、そして秋田で開催をするということに関しての今後の展望について、少し参加者側の視点を共有したいと思います。今回のオクトーバースクールオンラインで開催されたということだったんですけれども、一つ大きかったなと思うポイントとしては、公立美術大学と国際教養大学両校の垣根を越えた交流を促進できたんではないかなというところが結構大きいポイントだと思っていて、で、どういうところかというと、先ほど梶さんや事前の説明の方でもあったんですけれども、このプレゼンテーションを作る準備段階で Zoom でほぼ毎日9時から集まって1時間2時間話していくっていう時間を設ける機会があったんですけれども、そこでは普段その授業の中では語ることができないような深い自分自身の話であったり、自分の生い立ち、これからどんなことをしていきたいのかっていう深く他者と関わり、自分のことを内省するという機会を強制的に持つことができた。人間としてどういうふうに生きていきたいのかっていうところを学術的なところをみんなで探りながら模索することができたということが一つ大きいポイントだと思っています。で、また美術大学と国際教養大学ともに独自性の高い大学、私たちは国際性が高く、で美術大学は美術のっていう独自性があるがゆえに、お互いの授業に必ずしも全ての部分をカバーできるわけではないので、授業の中で美大の人たちには少し足りない、普段勉強することができない学術分野の勉強であったり、私たち国際教養大学の学生としても美術分野の内容を
共にこう探り合いながら学習する、新しい知識を得ていくというプロセスを持てたということが、一つ大きなポイントだったかなと思います。で、次のスライドに行っていただけますか。はい。で、もう一つ、秋田でオクトーバースクールを開催するということに関して私は大きな意義があると考えています。今回、先ほど小松さん、宮原さんからも言及があった通り、数名ではありますが、秋田の実際の鹿島様というところにフィールドワークを行うことができました。で、各地域に残されている鹿島様を、初心者ながら見ていくという作業をしていったことを通して、もちろん私たちはその鹿島様という文化を知ると同時に、普段だったら通り過ぎているような、その車で通り過ぎているような道端に立ち止まって、そこの文化であったり、人々の営みというところに再度集中することができたということが、秋田で、多くは県外から来る学生も多い国際教養大学と美大、都立美術大学ですが、そこの、外部からの目線というものを地域の中に持ち込むことができたということがすごく大きかったんではないかなと思っています。そういうふうな、外部からであったり、芸術的、文化的な目線を地域に向けることで、より、地域住民、私の、住んでいる地域であったり、そこにある文化が惰性で失われていくのではなく、その新しい視線、風などを取り入れながら次の時代に継承することができるような仕組みにもなっていくんではないかなと思っております。そこが一つ大きなポイントかなと思います。で、今後の展望の後半部分、岡田さんお願いしてもいいですか？はい、じゃあ次のスライドにお願いします。ありがとうございます。私からは、私、国際教養大学生なんですけれども、でも、個人的に英語がとても苦手でして、ちょっと言語についてすごく、言語とかコミュニケーションについてすごく考えたので、それについて話そうと思います。今回、私の立場をちょっとお話しすると、オクトーバースクールに参加して、自分がすごくいろんなことに対する物事の捉え方が弱いというか、今までそんなにしっかりしてなかったんだっていうことをすごく実感して絶望しました。で、それと同時に、社会問題とアートの関連性についてもっと学びたいなというふうに思って、私大学で専攻がまだなかったんですけど、これから卒業に向けてそういうことをやっていこうかなっていうことを、認識というか、自分の中で持ってたので、すごく参加できたことが有意義でした。今回のオクトーバースクールで、それぞれの大学のそれぞれの地域で、リアルなその現地の状況について過ごしている立場からの意見とか考えを聞けたことで、すごく自分の今まで見えてなかったことが見えて、良かったんですけど、その中でも、やっぱり言葉っていうのがすごく難しくて、オクトーバースクールが英語を母語としてない人たちが多い中で、英語を共通言語としてディスカッションをするような、プロジェクトになっていて、で、それで話す中で、やっぱり母語の中でしか伝わらないニュアンスをどう伝えるかっていう部分とかがすごくオンラインだからっていうのもあったかもしれないんですけど、難しくって、同じ場所で対面して得られる雰囲気などを、得るっていうのがどうすればいいのかっていうのがすごく、困難な点、難しい点だったと思います。私個人的にはすごく、オクトーバースクール本番で他の発表者が話している
ことを理解するのに必死で、なんか、深く考えるっていうところまですごく到達できなかったっていうのがものすごく悔しくて、それがすごく私の課題であるなと学んだのと同時に、AI 優勢って、アートについて学んだ経験が浅くて、先ほど滝谷さんもおっしゃってたんですけど、すごくレベルが高い学生さんたちが話している内容を英語で理解するっていう二重の壁がすごく私にはありました。で、その中で、どうすれば、その言語をなんか壁とせずに、さらにオンラインを壁とせずに、オクトーバースクールを開催できるかっていうことを効果的になんかできる、交流とかをできるかってことを考えたんですけど、それについて次のスライドで説明します。次のスライドにお願いします。ありがとうございます。私が考えた今後のオクトーバースクールの希望っていうのが、まず、本番前にオクトーバースクール全体でのなんか共通のテーマについての課題図書みたいなのを、全員で読んで、その本番前になんかもう少し他の大学と意見交換ができたらよかったかなと思って、それぞれのなんか大学内でなんか課題図書とか多分読んでたと思うんですけど、で、秋田チームも先ほど紹介した通り、スザンヌ・レイシーの本を読んだりとか、動画を見たりとかして学んではいたんですけれども、でも、やっぱり1週間という期間がすごく短くって、本番の1週間がすごく短かったので、もう少し長期的ななんか準備期間からの交流があると、なんか、私みたいにこうアートとかを知らない、あまりわからない人にとっても、なんか助けになったかもしれないなと思っていました。あとはあれですね、本番で秋田チーム以外の皆さんと、参加者の皆さんと初めましての状態だったので、めちゃくちゃの動画はあったんですけど、関係性を築いていくっていうのがすごく1週間内だと短かったなっていうのが私の中での印象でした。なので、そこをオンラインで今後やる中でどう改善というか、どう変わっていくのかなっていうのがすごく楽しみな点ではあります。はい。で、最後になるんですけど、オクトーバースクールの中で私が得られたものっていうのがすごくたくさんありすぎて、なんかうまくまとめるのが難しいんですけど、私は、今までアートというなんか分野になんか触れてきたことがなくって、でもなんか一歩踏み出して、なんかアートに触れて、そこから社会問題について考えるっていうことがすごく、なんか新たな視点を得られた気がして、ものすごく大きな出来事でした。なので、これから参加しようと考えている皆さん、おそらく空き日の方が多いと思うんですけれども、本日、今日の話を聞いて、なんか期待も不安も両方あると思うんですけど、私は勇気を出して参加してよかったなと思っているので、もし迷っていたら一歩踏み出してぜひ挑戦してみてください。では、私からのパートも以上になります。ご清聴ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。皆さん、あきびの皆さんも、教養大の皆さんもね、丁寧なプレゼンテーションいただいて、ありがとうございます。僕自身、デリーのね、一番最初のオクトーバースクール参加させていただいて、もう本当に大きく違うのが、皆さんの自発性というかね、自発的な参加が、プログラムそのものを作っていくというね、なんかそれ自体、オンラインのカジュアルさみたいなものを上手に使えてたような、もう本当に逆手に取ってというか、そういう危機をね、逆手に取ってというふうに思いますし、その延長上でまだまだいろんなことできるんじゃないかな、なんかそういう可能性も見ることができました。で、今僕皆さんの自発性とかね話したんだけど、まさにそれを引き出してくださった皆さんをね勇気づけて元気づけてね
力づけて、でこうやってこうディレクションを進めて、ここまで引っ張ってきてくださった原さんと服部さんの方からね、皆さんの今の学生たちのプレゼンテーションに対して何か補足があればいただきたいと思いますし、あるいは現場で、現場でと言っても現場がなかったんだけども、その本番っていうのかな、そこで皆さんのね、動きなり、レスポンスなりを見て、改めて感じられたことですか、何かそういうこともしあるようでしたらお話しいただけますか。そこからなんか質問とか交えながら、緩やかにフリートークに持っていきたいと思ってるんですけど、よろしいでしょうか。原さんからでよろしいですか。私からですか。はい。プレゼンありがとうございました。プレゼン下手だね。なんか、すごい。でも、伝えきれないほど結構たくさんの情報量でしたよね。プレゼン下手だねって言ったのは、これ、秋田のプレゼンの話が中心になってるんですが、相対的にね、オクトーバースクールの他の他大学との関連性で見ると、秋田が有利だったっていうのがあって、っていうのは最後の、1週間の最後の日が秋田のプレゼンだから、他の人のプレゼンの良さとかダメさとか全部見て、それで作戦をギリギリまで練り直していたよね、あなたたちは。それで、最後の最後に、やっぱり会場の、で、ワークショップをなんか作品作ろうかとかいろいろ言ってたのを全部やめて、ズームだけにして、それから、主催者に頼み込んで、ブレイクルームを作ってっていう、なんかそういう発想の転換というか、なんかやっぱりオクトーバースクールが始まって、最初の3日間ぐらいは、ただなんか受動的にみんな聞いて、なんか、質疑応答して終わりみたいな感じになっていたのが、どんどんやっぱり能動的になっていった学生さんが。で、それの口火を切ったのが黒沢さんのワッツアップでグループ作ろうよっていうのと、みんなで話そうよっていうのと、あと教授も話せよっていうね。なんかね、そこでね、すごい、力関係を逆転させていくようなダイナミックな構造に持っていったのは、やっぱり秋田のそのチームワークみたいなものとか、多分プレゼンまでに毎日ずっと話してたっていう、そういうその人生の話までしてたような、そういうことを他の大学もみんなしたかったんだっていうのが、終わってからっていうか、そのブレイクルームの後、いろんなオフ会がずっと続いてましてですね、なんか秋田がすごかったっていう話がずっと続いてるんですよ。それはベダント教授っていう、今回ヨハネアスブルグの全体の、総指揮をされた方がちょっと脱帽したと。みんなその人権とか自然の権利とか地球の問題とかっていうことにとらわれすぎて、アートをまず忘れていたと。それをなんかあとね、やっぱりこのアカデミックな構造の中で人権の問題を考えるときに、なんか抜けてしまうことっていうのが、一番大きなことっていうのは、すごくパーソナルなレベルの話っていうんですか。で、それを、秋田チームは、なんかすごく上手に、そのブレイクルームで、それまでのプレゼンのどこの大学もできなかったことをやったっていうのは、やっぱりすごかったと思います。やっぱりアートをちゃんと取り入れるっていうことと、親密な対話を持ちたいっていうことを、ちゃんとその全体の中に持ち込んだというところが、やっぱりすごく評価することです。で、さっき、この発表の前に、チーム分けをしたときに私、おととい打ち合わせをした後に、これを発表を作ってもらったんだけど、3つ課題を出していて、発表の中でそれをちゃんと、入れてくださいって言ったのは、まずみんなが何を発見したか、そして何が難しくて何を克服したか、それから今回この体験したものを自分の活動のどこに生かしたいかっていうことなんだけど、それを皆さんすごくちゃんと発表の中に入れていて、で、オクトーバースクール自体は本当に皆さんからの意見で、変えていかなきゃいけないなということを実感してますし、そういう総合的な、レセプコロっていう言葉を結構いっぱい、オクトーバースクール中に出てきたと思うんですけど、エクアドルの方からとか、相互的な関係、先生が
何か教えて生徒が受け取るっていう関係ではないっていうダイナミックな関係をオクトーバースクールの中でどうやって築いていったらいいかっていうことを、やっぱり空き部の学生や、教養大の学生がみんなで話し合って、それを提案していたことに私はすごく評価をしたいと思ってます。以上です。原さん、ありがとうございます。服部さんから何かいかがでしょう。そんなに細かい話はないんですけど、なんかみんなのコミュニケーションの取り方が面白いなと思って、感心してました。なんか本当にいろんなレベルでいろんなところでコミュニケーションを取っていることが、当日のプレゼンでもいろいろ見えてきたので、その粘りみたいなものは本当にすごいなと思って、見ていました。ちょっと僕、10月の初めが体調が悪くて、実はあんまりオクトーバー自体に今年は参加ができなかったので、全体像を原さんほど把握はしてないんですが、短い時間のいくつかの経験をこうつなぎ合わせて、なんかそれぞれ、異なる、場所にいたり、で全員が会うこともできない中で、結構こうやって組み立てられたことはやっぱりすごいことなんじゃないかなというのを改めて今日の発表を聞いても思いました。本当にバラバラにいる中で、まとめていく力はあるなというふうに感じて、非常に感心していて、事前ワークショップもなんで、すごく楽しかったです、正直。すごく反応もみんなあるし、返ってくるし、対話がすごく成立しているっていう感じがして、なんかそのオクトーバー自体が拡張された感じが、今年は、秋田チーム内でしたけど、すごく感じました。一旦以上です。はい、服部さん、ありがとうございます。会場にも皆さん、聴講に来られてますし、あとはオンライン上でもね、お話聞いてくださっている方、たくさんいらっしゃいますので、せっかくですので、この今日の、内容についての質問ですとか、感想ですとか、いただければと思いますが、いかがですか。どなたか大きい声出していただければいいのかな、これは。オンラインの場合は、そういうことですか。じゃあ、小松さん、お願いします。今回のテーマが、人権っていうのを、実は前回のズーム会議、ズームトークセッションの時、その時初めて知ったというか、聞いてたかもしれないけど、スルーしてて、嘘と思って、聞いてないと思ったんですけど、結構それ、ちょっとテンパっちゃったんですが、さっき誰かちらっと言ってたけど、鹿島様と人権って関係ないよねって言ってましたが、もし関連づけるとすれば、どういう言葉とか、どういうふうな論理づけができると思いますか。誰か。やったよね、それね。誰かちゃんと答えてください。ずっとディスカッション、本当にそれがどうやって結びつくかっていうのはもう考えてもこう決まらなくて、みんなの中で。でもあるのはやっぱりコミュニティっていうのは多分すごく大きなワードで一つあって、地域の中の村の中の人たちが作っているコミュニティっていうのを表彰しているのが一種鹿島様っていう形でも現れてきてるのかなって思うんですけど、その言葉であってももうザ人権みたいのになんて言えばいいのかっていうのはすごくまだ自分たちで分かってないんですけど、やっぱ鹿島様の中でが表しているのはやっぱり地域の中のコミュニティだよねっていう。でその中ではあらゆる人がいて、で、作られてくる関係みたいな中にも一種何か権利みたいなのも必然的に発生してくることもあるのかなとか思いながらみんなで話してはいましたね。はい。一ついいですか。付け足していいですか、一つ。なんかね、事前ワークショップの時に、鹿島様をその人権の問題で、どういうふうに考えたらいいか。鹿島様そのもの、見てきてもう迫力があって、なんかそのインパクトですごいっていう話に終始しちゃってたんだけど、その時に、事前ワークショップに参加してくださってた野村先生から、自分が子供の頃、その鹿島様っていうか、そのお百姓さんたちの生活っていうのがどれだけ苦しいものだったか。
それは多分今生きてる人たちが鹿島様見ても想像ができないものだろうっていう話をしてくださったのは、すごい一つ大きな見方の違いだったと思うんですよ。そこから地方、農業に関わっている地方の人たちと都市で生きてる人たちの格差の問題とか、そういう話もしたよね。だから鹿島様がシンボリックな存在であって、あと鹿島様をめぐるジェンダーの問題とか、いろいろ話したことを話しましたよね。で、ベダントさんとかプレゼンをした後に、鹿島様が疫病退治っていうそういうジンクスみたいなものっていうのはどっから来てるのかとか、いろいろ質問も出たよね。ありがとうございます。はい。ちょっと私が付け足させてもらうと、はい、そうですね、このパンデミックで結構人権問題ってまた浮き彫りになってると思うんですよ。結構アジア系の人たちがアメリカとかでまたいろいろと差別されたりとか深刻になってきてますし、国境とか人種のなんていうんですかね、境界がもうきっぱり分かれてきたというか、そういった鹿島様もそうですけども、秋田県自体もですね、パンデミックが始まった頃っていうのは、もう他から入ってくる人はもう一切立ち入り禁止みたいな、もうなんか東京から来ましたっていうと、それこそなんか鬼でも来たようなね、そういう目でも見られるぐらい、すごいそういったも今までなかったような感覚っていうのは、非常にもう鮮明に現れてきて、ある部分、そういう鹿島様っていうのは、そういう地域に、そういった疫病、もしくはそういう人が媒介するものなので、そういったもう来ないでほしいっていう、そういうちょっとある意味、そういう、なんていうんですかね、あんまり暗いイメージですね。そういった中から生まれてきたものかもしれない。けれども、そのパンデミック終わった後は、一つは、あなたが言われたように、もうそのコミュニティの、象徴、コミュニケーションツールみたいな感じで、その村の人たちが年に1回お祭りのような感じで、みんなで人形を作りましょうという、一つのその平和の象徴みたいな感じに。平和の時はそういうふうになるわけですね。ただ、今年のこのパンデミックになると、やはりどうしてもその県境にある鹿島様とかを見るときにですね、どうしてもそういう目で見てしまう。人間のその光と影じゃないですけども、そういったものをなんか鹿島様を見るときに感じてしまう。そういったことがある意味、そういう人権に関わるものというふうなことにつながるのかなっていうのは一つあります。あと、原先生もおっしゃいましたけども、昔のその疫病っていうのは、もうこんなもんじゃなかったわけですよね。もう致率 70% とかっていうこともあったし、もう村の中にそれが入るともう一家全滅とか、村全体がもう全滅するぐらい、でその時になるともう本当ヒューマンビーイングとかじゃなくてもうヒューマンライブスマターみたいな感じでもう人として扱われないわけですよね。もうひどい状態になるわけです。そういったものを守ってくれる神様っていうのは、非常に心強かったのではないか。ただ、こういうふうに言えるのは、まだ日本の医療がですね、なんとか保っているからであって、もしかしたら今、北海道で起こっているのがもっと深刻になると、もしかしてこれからもう命の選択みたいなのが起こる可能性も、これからなきにしもあらずですよね。ヨーロッパなんかでもすでにありましたけども、そういった時にですね、高齢者の命をどうやって守るのかとか、そういったことがこれからどんどん浮き彫りになってくるかもしれない。それだけ疫病っていうのが、直結して、そういう人が生きるということにつながっているというのは、まさに2020年感じることがあったのかなと。そういったことを、この鹿島さんを見たときに、当時のその疫病のその恐ろしさみたいなのが、こういったものの造形を作ったということを感じることができるのかなというふうに思います。以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。ですね、実は時間結構押してまして、45分ぐらいまでと思ったんですけども、もうちょっと話しましょう。あと1つか2つぐらいご質問ですとかね、何かコメントいただきたいと思うんですが、さっき画面の方に高峰さん、僕姿見えたんですけど、いらっしゃいますか、まだ。高峰さん、僕と一緒に2年前のデリーのオクトーバースクール参加されてまして、今回、もう本当にセッションとしてもね、全然違う形式になってますし、力の使われ方もね、だいぶ変わってきてると思うんですけども、何か感想ですとか、アドバイス、助言ですとかね、何かそういったものがありましたら、メッセージいただけますか。高峰忠先生は、多摩美術大学の先生ですね。助言できることは何もございませんというか、どうもお久しぶりです。宮殿のね、方々ちょっと、初めて
になると思う。顔見えてますかね。3月まで空き日にいて、4月から今、玉火でに移った裏切り者の中身なんですけど、いやもう今日ね、ちょっと本当感動してます、私。ね、岸さんと2年前にインドのオクトーバースクールに、そもそもね、原さんがきっかけ作ってくれて、その時3人で行って、大学院生1人連れて、教員3人と学生1人という体制で行ったのが1回目だったんですよね。で、まあちょっと僕もね、全然正直会話についていけなくて、これはちょっとうちの学生とかもう今後無理やなと思って、なんか原さんいい話持ってきてくれたけど、ちょっとレベルが高すぎて無理ですって思ってたんです。ただこれがなんとか続けられれば、なんていうか、うちの大学の空き日のね、なんていうか、エンジンみたいになるんじゃないかっていう感触だけはすごく持ってたんですよね。で、しかし、あまりにもハードルが高くて、でそれで持ち回りだって話があったんで、インド、次メキシコ、次どこやって言って、秋田がそのうち回ってくるぞって言って、ね、青くなったんですね、最初の頃ね。それこのなんかレベルの、しかも英語ベースのミーティングっていうのをこういう国際プロジェクトみたいなのをできる体制をどうやってできるんだって言って、もうちょっと遠い目をしてたっていうのが、まさかこんな形で、まだないけども、今すごいすごいしっかり足がかりが作れたような感じがしました。それすごいびっくりしてます。さっきね柿谷さんの発表であったけども、他の大学は大学院生が中心ですよね。で滝谷さんとか去年1年生だったじゃないですか。今2年生よね。でだからそういうさっきさっきも発表のあった通り、だから滝谷さんとかいることは去年見て、もしかしたらと思ったけど、やっぱりなんかいろんな知識量とかの話で数年先かなと思ったんですよ。それがいや僕原さんのフェイスブックで今日のイベントのことを知って、で世界の名だたる名門校を差し置いて、空き日のプレゼンがなんかすごい良かったんだみたいなことが書いてあって、嘘つけと思わんけどどうしたらそんなことって思ってたんだけど、今日でもちょっと時間の関係でって言ったけど、プレゼンね、もうちょっとちゃんと見たかったです。ちょっと様子があんまり伝わってこなかったので、もったいなかったなと思うけれども、なんか他の大学がなんていうかな、エネルギーっていうかね、熱量の差みたいなこととかっていうのは、オンラインだからちょっとあんまり分からなかったかもしれないけれども、そこら辺を感じたかったなっていうのはあります。でも、そうですね、当時から話していたのは、教養大との連携だったんですよね。秋田でもしやることになったら、教養大と連携することが唯一の可能性だっていう話はしていたので、なんていうか、秋田にいくつかあるで、大学同士が連携あんまないじゃないですか。で、僕、国際交流の委員として、あちこち回ってきたんですよ。いろんな国をね、姉妹校探しで。で、バンクーバーとか行ったときに、美大をいくつか回ったりとかしてたときに、なんか、ある、大学に行って先生と話をすると、どこ大学の何先生がどうなってるとかっていう、なんかそこは横のネットワークをすごい持ってるっていう感じも、そうなんだと思って、それ割と普通そうなのかなと思ったんですよね。なんか他のある規模の町っていうのは大学同士で大学同士が連携してるっていうか、先生同士も個人的に知り合いだったりとかして、そこのネットワークを持ってて、なんかこういう学生が来たらなんか回すとか、なんか相互のやり取りとかってやってるっていうのを見てたので、
なぜ秋田ぐらいの規模の町でそれができないのかなっていうふうに思っていたので、今回こういう形でもう連携が始まったっていうのはすごい嬉しいです。一つやっぱりなぜと思っているのは、なぜ女の子しかいないのかっていう。男の子ね、何してるんですかっていうのを思ってはいるんだけど、今ここにいるメンバーっていうのは今ね、壇上にいるのは4人で、それをどうでもどう広げていくかっていうことは特に4人の責務ではないと思うんだけど、いるだけでいいと思うんですよね。この、オクトーバーに、参加した経験を持つ4人がいるっていうことがすごく貴重なことだと思うし、慶応大との連携もちょっと私は全然個人的には慶応大の方々はまだ会ったことないですけど、ぜひこの連携を続けて来たるべきオクトーバーイン秋田にが実現できればいいなと心より思っております。ありがとうございます。高峰先生、ありがとうございます。そうだ。あともう一つね、そうだ。言おうと思ったこと、このオンラインの授業でね、っていうか、ズームのこの国際交流って割とね、どこも諦めてると思うんですよ。行き来ができないから、実際に行きたいときにね。でもっていう意味で、オクトーバーのね、中心スタッフっていうか、フランスとか、あの辺が、もうすごい試行錯誤で今回やってたと思うんですよね。で、今回、これやって成功だったと言えるのかな？うまくいったのかな？いえ。それがね、多分、すごい、なんていうか、オクトーバーに限らずですけど、すごいなんかオンラインを通した国際交流のあり方の一つのモデルケースになったっていう、きっと彼らも運営側もすごい自信になってるんじゃないかなと思う。だからなんかいろんな意味でこれは影響を与えていくんじゃないかなという気がします。以上。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、高部さんありがとうございます。結構ね、もう時間来てるのでね、じゃあ僕の方からちょっと原さんに質問かな。はい。結構実務的な話なんだけど、このオクトーバースクールね、今年度の、やつは、これドキュメントされて何かまた編集されて、後から見たりとか読んだりとかできるものになっていく予定なんですか？なんかそういう話出てます？去年のメキシコのももうできてるんですけど、出版物にね。でも、今年のはオンラインなので、オンラインを公開しましょうという話に今なってます。それで、一応その学生のぺちゃくちゃを公開していいかどうかとか、そういう著作権の問題の書類を今交わすところに来ています。で、今、高峰さんのお話にもあって、オンラインにおける国際交流の一つの前例になったかどうか、評価の問題ですけど、それも含めて、すごく面白かったのは、なんて言ったらいいんだ、私たちの予想を超えたっていう感じですね。いい意味でも悪い意味でも。で、このオンラインでのつながりとかネットワークをものすごくポジティブに捉えて、それでどんどん新しいことを一緒にやろうって言ってる大学の学生と、全くこんなもん嫌だって言ってる学生と、すごいきっぱりと分かれていて、それは実は行かれた高峰さん、岸さん、あと服部さんは多分予想がつくと思うけど、チューリッヒの大学の学生は全くネガティブでした。で、それはもう本当に現地に行って、彼らの学生との関係とか見てると、もう超スポイルされている。はっきり言って。で、だから旅行に行けないんだったらこんなもんやる必要ないっていう感じ。逆に、旅に行けるとか、そういう機会がないインドの学生とか、エクアドルの学生とかは、ものすごい積極的に交流してました。で、今でもしてますよね。学生さんたち、みんな今でもしている。で、そういう、もう捉えきれないっていうんですか。オクトーバースクールの今までの2週間でこういうことをやりました、こういう意見が出ましたっていうんじゃない、もうすごいリゾームのように、
関係が広がってしまっているっていうところが、ちょっとすごいなっていうふうに思っていて、で、だから、オクトーバースクールとして、なんか仕切るっていうよりも、もう派生的に今、エクアドルとインドと秋田でなんかミーティングやるとか、そういうことがどんどん起こっていってるという感じです。それは国際交流って今まで、空き瓶のね、国際交流の担当を私して、提携校を作って学生を送り込むっていう、まあ普通のやり方。そうではない、この実験的なものが、一つの、まあ、このコロナと共に生きる時代に、なんか可能性を開いてるんではないかなというふうに思ってます。はい、原さんありがとうございます。結構ね、遅い時間まで、というか原さんの場合も早い時間までってことなのかもしれないんだけども、お付き合いいただきありがとうございました。お話聞いてるとすごくね、僕、これも最後僕の感想になっちゃうんだけども、オクトーバースクールっていう公共圏がね、こうテンポラリーな公共圏がこう立ち上がった話を聞いてたような感じがするんですよね。で、今までそのデリーとかね、そのメキシコシティとかでやったもの、まあドキュメントされて、あとで手に取って見ることができるものにはなるんでしょうけども、多分それは手に取ってみれば分かるものなのかもしれない。で、これオンラインでリアリティがないなんて話は、多分ね、最後までこうみんなのディスカッションの中でも出てきただろうし、最後までみんなそれ不安としてね、抱えながら来たんだろうけども、でも実はこのオンラインでやったこのみんなでこう立ち上げていく公共圏だからこそものすごいこうリアルであって、そこには参加してないとその実体感というかね、実態というものが見えてこないという、なんかそういうものだったんじゃないかな。だからオンラインなんて簡単には言えないような、なんかそういう、なんていうんだろう、一種の今まで僕らが手に入れたことがなかったような地域のようなね、現場のようなものを作ってきたんじゃないかな。だからそれが今原さんの話が出てきたようにね、またどんどんこう枝分かれして派生して持続していくというような力になってんじゃないかなっていう、なんかある一つのこう、ね、こうオンラインで行うこういうプロジェクトとかワークショップとかそういうものの可能性とかね、力を見たような感じが今日僕は皆さんのプレゼンテーションを聞いて感じられました。はい、すいません、結構遅い時間になってしまいまして、僕が総括するのもなんか変なような感じもするので、最後服部先生の方からちょっとひとまとめお願いしてよろしいでしょうかね。はい。これ以上の総括は必要はないかなと思うんですけれども、来年まだそれこそしばらくこのパンデミックというかコロナ続きそうだなということで、今年開発した皆さんのこういうオンラインでできる可能性を、引き続き、まあ、探求していきたいし、ここで生まれた関係をなんかこの先にうまく築いてつなげていけるといいなと思いました。で、最後になんですけれども、原さん今回本当に時間を問わず非常に多分どこかの国に行くよりも長い時間を今回一緒に関わっていただき本当にありがとうございました。で、参加してくれた学生の皆さんもありがとうございました。これ両大学にとっても機会になったんじゃないかなというふうに思っております。はい、以上です。はい、それでは今日は閉会させていただいてよろしいでしょうか。服部先生もありがとうございました。はい、こういうね、オンラインの締め方難しいですよね。はい。みんなでこれやって終われたら、みんなでこれやったんだよね。これ。畠山さんからのご提案で、皆さん最後はビデオオンにして記念撮影をしましょうと。はい、スピーカービューではなくこちらの方でそれをやればいいのかな。全員映るビューにしちゃう。あ、藤先生とかいる。塚さんが。うわ、懐かしい。あ、岩井さんもいる。いろんな方がいらっしゃいますね。原さんの最後のやつ涙出てきそうだった俺。あ、マジですか。私もさ、涙出ちゃったこのオクトーバー中何度も。本当によく頑張ったよね。いや本当によく頑張ったよ。もう希望しか感じないよ君たちには。あ、いいさん。いいさん。元気になってね。元気になったの。はい、では
締めますか。はい、ポーズがあるの。あ、コンセンス。これね、なんか教えてあげなよ、みんなに。ハートのポーズがありまして、親指と人差し指をこうクロスさせるんですけれども、こうやってハートをモチーフにします。これがアキビチームのマークでした。小さいハートなのね。うん。原さんのハート長いね、なんかね。ちっちゃく出すぎ。はい。では、皆さん、今日はどうもありがとうございました。おやすみなさい。お疲れ様、おやすみなさい。またねー。